こんにちは、快適アートです。今日は机が広く空いているので、画材紹介をしていこうと思います。まずはコスパがいいおすすめの画材を3つ紹介します。1つ目は呉竹の岩彩単美スターディーカラーズセットです。こちらはゴールド系の岩彩が6色セットになった商品です。Amazon で約1000円で買いました。こんな感じで隠蔽力のある絵の具ですので、水彩の上から使っています。水彩画のお花の花粉の部分に金を入れるとすごくゴージャスになるのでおすすめです。気に入っていてたくさん使うので1個目はもうなくなってきています。似たようなセットがあと2種類あって、こちらはジェムカラーズセットです。こんな感じのキラキラの絵の具が入ってます。こっちはパールカラーズです。白っぽい発色のキラキラ絵の具です。こういうのも可愛いんですが、ゴールド系が一番おすすめです。コスパ最強おすすめ画材2つ目は極運動の絵墨メイです。こちらは Amazon で1200円くらいで購入しました。肌の色を塗るのにいいかなと思って買ったんですが、すごく使いやすかったです。シックな色合いが好きな人におすすめです。全体的にグレイッシュな色味なんですが、薄く塗ると結構鮮やかにも見えるので、薄い塗りの印象が結構好みです。6色セットですが、色味を重ねて描くとグレイッシュな色味がすごく綺麗にできます。コスパ最強3つ目は呉竹のジグクリーンカラーリアルブラシです。こちらは水彩ペンなんですが、すごくいろんな使い方ができるのでおすすめです。1本200円なのでそんなに安くはないんですが、Amazon でセット入りを買うと結構安く買えます。こういう風に水彩の表現もできてすごく綺麗な発色です。毛筆タイプの筆先はすごくコシがあるので細かい線も描きやすいです。混色ができるので新しく色を作っていろんな色ができます。グラデーションが簡単で、あとはベタ塗りもムラなくできるのでアニメっぽいイラストにもおすすめです。私は4本セットから手を出して結局気に入りすぎて全色セットを購入してしまいました。次は高級画材部門です。ベスト3を発表します。1つ目はファーバーカステルのアルブレイヒトデューラー水彩色鉛筆120色セットの木箱入りです。こちらはもうそもそもがすごくたくさん入っているセットなのでもちろん高いんですが、この一本一本がかなり高級な色鉛筆です。普通の色鉛筆としての書き味もかなりいいんですが、溶かした時の発色がびっくりするくらい綺麗です。顔料の色合いが本当に綺麗なので、日本画などの大きな作品の手直しにも使ったりしています。こちらはだいたい6万円くらいの商品なんですが、Amazon で買うと3万8000円くらいで買えます。40% オフなので、高いか安いかで言うとどっちなのかちょっと迷っちゃいますが、かなり高級画材です。水で溶かして水彩表現が楽しめるのですごく面白い画材です。水彩色鉛筆はすごくいろんな使い方ができるんですが、こんな感じのリアルな描写にも向いています。鮮やかだけど品がある鮮やかさというか、そういう発色が結構私の好みです。あとはこの木箱が最高にかっこいいです。2つ目は関清風さんの硬質ガラスペンみやびです。こちらは京都北白川にあるガラス工房炎の関清風さんという方が作ったガラスペンです。今はお孫さんが工房を継いでいるそうです。ペン先の絞りにうっとりします。インクで文字を書くだけでなく、絵の具で描画することもできます。永久無料修理保証がついていて1万3000円くらいです。3つ目はホルベインが販売しているファインテックという水彩絵の具です。ドイツ製の偏光色顔料を使った絵の具が6色入っています。これはパレット付きのセットでフリップフロップセットです。だいたい6000円くらいなのでかなり高級な絵の具です。かなり使い込んでいますが、傾けると色味が変わります。最初はこんな感じで綺麗なアイシャドウみたいな見た目でした。色味もすごい高級感があって、傾けると色味が変わる絵を描くことができます。最近このイリデッセンスのセットも買いました。こちらのセットは6色で4000円くらいです。こんな感じで見るとこっちの高い方にはプレミアムっていう文字が入ってます。ファインテックの絵の具は1色ずつ単品でも買えます。こうやって見ると全部白に見えるんですが、傾けるとこんな感じで色味が変わります。次は水彩の道具を解説します。絵の具はホルベインの透明水彩ボタニカルアートの24色セットを使っています。単品で買っていってもいいんですが、このフーカスグリーンとかサップグリーンとか、あとは鮮やかなピンクのオペラが最初から入っていたのでこのセットを買いました。鮮やかな色味で植物とかを描きたい人におすすめです。そしてパレットはホルベインの水彩用のパレットを使っています。金属のパレットなので耐久性がいいのと、
こちらは上段下段合わせて50個絵の具の部屋があるので、たくさん絵の具が出せます。混色するスペースはシンプルに1つ大きいのと、上の段に2つあります。ここのところは指をはめるところですが、私はあんまり使わないです。これは多分10年くらい使っています。ウィンズ&ニュートンのコットマン16色セットも使っています。こちらは主にスケッチ用で使っていますが、たまに動画にも出ています。小さいサイズでスケッチブックにも載せるくらいの大きさです。発色がかなりいい絵の具です。透明水彩で使うマスキングインクは私はペン型のタイプを使っています。あまりマスキングインクは対応しないので、ハイライトを抜いたりするときだけ使います。こんな感じで最近は着物の柄入れにもマスキングを使ってみました。水彩に使う塩は味の素の瀬戸の本塩焼き塩タイプを使っています。サラサラしていて使いやすいです。もう正真正銘の海水から作った塩です。次は水彩用の筆を紹介します。まずはブラックリセーブルラウンド12号です。ホルベインの筆です。かなりふわふわしていて水含みが良いので大小2本持っています。こちらは平筆の2号です。こちらはナムラのイタチ面相筆です。日本画用の筆ですが細かいところを描くのに使います。あとはターレンスの番号法のビジュアル筆6本セットです。こちらは小さめの絵を描く初心者の方におすすめです。細めで使いやすい大きさの筆が入っています。紙はマルマンのビファール水彩紙を使っています。こちらはスケッチブックタイプの F3 号です。結構前の作品になるんですが、こんな感じの絵を描いています。色鉛筆もいい感じにのります。紙の表面が強いので初心者の方にもおすすめです。これはサブちゃんのアイコンの桃です。次にブロック水彩紙です。こちらは F4 号を使っています。ブロック水彩紙はこんな風に端の部分がのり止めされています。F4 号のサイズ感は最近のイラストメイキングのシリーズの大きさです。裏返して使うのでちょっと汚れちゃってます。こんな感じで中目の紙に描いています。紙の質感を残す部分もあるので中目の紙の質感がわかりやすいです。ビファール水彩紙にはポストカードタイプもあります。こういうのは水彩ペンのイラストとかで使っています。細めはこんな感じです。紙の目によって少し用途が変わってきます。細めはペンとかインクも使いやすいそうです。並べて比較してみるとこんな感じです。中目の方がだいぶザラザラとしています。意外とマスキングテープのご質問多いんですが、マスキングテープはカモイ加工紙の MT というのを使っています。まず粘着面が結構いいです。塗装業界ではこのカモイ加工紙さんっていうのは定番中の定番です。可愛い柄でも粘着面はプロ仕様です。剥がしにくい場合はドライヤーで少し温めながら剥がすと剥がしやすくなります。次にアクリル画の画材を紹介していきます。アクリルガッシュとアクリル絵の具の方があります。ガッシュはターナーのアクリルガッシュを使っています。24色セットで大体絵を描いています。こういうちょっと白っぽいのがアクリルガッシュです。アクリルガッシュは学生さんからのご要望が多いですが、一番これが学校教育で使われているんじゃないかなと思います。こんな感じの絵が描けます。次にアクリル絵の具は U35 を使っています。これは最近もらったものなのでまだちょっとしか使ってないんですが、すごく使いやすい絵の具でした。絵の具の他にも必要なものがあらかた揃ったセットです。絵の具は12色セットプラス白が多めだと描きやすいと思います。ペインティングナイフはリキテックスのナンバー5番を使っています。前使ってたのを紛失したので買い足しました。筆はナイロン筆を使います。平筆、彩色筆、面相筆があると描きやすいです。あとはこんなダイソーのナイロンハケもおすすめです。100円なんですが毛の抜けも少なくてコシがあって使いやすいです。下塗りをするのとかに便利です。グリル絵の具はもう一つリキテックスのを使っています。こちらはスクールカラーミキシング12色セットというやつで混色して色味をたくさん作れるようなセットになっています。中にはこんな風に混色表が入っていて色の勉強になると思います。かなり鮮やかで基本的な色味のセットになります。動画では1回しか登場していませんが風景画を描きました。こちらはホルベインのアクリリックイリデッセンス10色セットです。10色で約5000円ほどで、これも高級画材の部類なんですが結構面白い絵の具です。こちらの6色がクロマシャインというメタリックな色味で、こっちの4色がクロマパールです。クロマシャインはこんな感じでメタリックで傾けると少し色味が変わります。こちらはクロマパールです。
かなりキラキラしたラメが入っています。盛り上げると真珠のように白くなります。こちらもかなり気に入っている絵の具です。アクリルをするときはだいたいケント紙を使います。ツヤのある丈夫な紙質です。次は色鉛筆系を紹介していきます。先ほどのアルブレヒト・デューラと合わせてこの4つを持っています。こちらはファーバーカステルのポリクロモス油性色鉛筆24色セットです。あまり使えてないんですが、発色とか塗り心地は最高です。ポリクロモスは少し高めの色鉛筆で、こちらが廉価版のシャチハタから出ている油性色鉛筆です。こちらは36色セットで1500円くらいで買えます。色味はポリクロモスより少し軽い感じの鮮やかな発色です。同じパッケージですが、こちらは水彩色鉛筆の36色セットです。こちらも1500円くらいで買えます。油性と見分けがつきにくいですが、実はここに筆のマークがついています。パッケージは全く同じです。最後にターレンスの番号符も持っています。こちらは動画に出てないんですが、私が一番初めに買った水彩色鉛筆です。緑のバリエーションが美しいです。次は鉛筆デッサの道具を紹介します。ケースは草壁の水彩画箱を使っています。まだ改造できてないんですが、中に仕切りをつける予定です。鉛筆は主に三菱鉛筆のハイユニを入れています。私はデッサの時はユニかハイユニしか使いません。ハイユニはこういうところがちょっとずつ普通のユニと違います。それ以外の事務用のやつとかはあまり芯の質が良くなかったりするので、ユニ以上のグレードのものを使うのをおすすめします。練りゴムは文房堂の練りゴムを使っています。だいたいちょっと綺麗な薄いグレーの練りゴムと、かなり使い込んだ真っ黒の練りゴムを入れています。使い込み度で消し具合が変わります。文房堂の練りゴムはこんなパッケージです。練りゴムと大きく書いてあるのが目印です。伸ばした時にカスカスが出にくくてネバーっとしたような練りゴムです。ペン型消しゴムはトンボのモノゼロを使っています。芯はこんな感じで長方形の形になっています。紙はマルマンの双方シリーズを使っています。ジョイフルホンダとのコラボ商品は少し厚口です。割とツルツルした紙で細密描写もしやすいです。こちらは普通の双方シリーズなんですが、これは少し薄くてデッサンにはあまり向いてないように感じます。あとはカルトンは今半切りタイプを使っています。ホルベインの商品です。頑丈なダブルのタイプを買っています。学生時代は全版を使ってました。これは羽ぼうきです。消しカスとかを履くときに使います。マーカーやペンを紹介します。あまりたくさんは持ってないんですが、コピックも揃えてます。最近は水彩やアクリルの加筆にも使っています。これはバリオスインクのカラーブレンダーです。セリアのアルコール用スプレーに使うとぼかしの時などに使いやすいです。イラスト用のペンとかもあるんですが、ちょっと割愛します。一番よく使っているのはコピックマルチライナーのウォームグレー 0.1 です。真っ黒じゃないので自分の画風に合っていると思います。鉛筆系を紹介します。これは事務用のシャーペンです。ラミーのものを使ってます。一番よく使うのはペンテルのグラフギア500です。製図用シャーペンみたいな感じで、この上のところは芯の硬さを表す窓がついています。くるくる回すと 3H から B までを表示することができます。結構重心がしっかりしていて、ここの先端の部分がかなり細くなっているので、手元が見えやすいです。細かい線画を描くときや転写するときにこれを使っています。同じような形で使うのはこのクルトガです。こちらの方が肌に当たった感じが少し優しいので、グラフギアに疲れてきたときに使います。ちょっとした絵を描くのはこの大人の鉛筆というのを使っています。太い芯が入っていて、ピンピンに削ってない鉛筆のような感じで使えます。2B のシャー芯が入ってます。主に下図を描いたりしている時に使っています。こちらも同じようなシャーペンです。こちらは太めなのでかなり握りやすいです。イラスト系はこの紙に書いています。PM パッドホワイトというやつです。あんまり詳しくはないんですが、コピックの滲みを抑えるような紙だと思います。サラサラした手触りです。インクを紹介します。たくさんあるのでざっくり紹介になりますが、パイロットの色しずく、セーラーの四季折、ウィンズ&ニュートンのドローイングインクなどを使っています。万年筆でも使うんですが、インク沼にはまってからは断然ガラスペン派になりました。
最近のお気に入りはタッチアの浮世絵インク国際サビ緑です。乾くまでは青で乾くと緑、そして乾いた後はレッドフラッシュが見られます。こちらにはこんなインクのご案内が入っていて、もう全部欲しくなってしまいます。日本画の画材も少し紹介していきます。吉祥の岩彩24色セットです。こちらは絵手紙やイラストに使っています。少し白みがかった色が多いのが特徴です。岩彩は単品でも購入できます。私は吉祥のものをいつも買うんですが、別のメーカーのものもあります。レトロな雰囲気で可愛いです。こちらはすずりと墨です。あまりこだわりがないので何の変哲もないすずりを使っています。墨は日本画用の清木を使っています。墨はただの黒ではなくてそれぞれ色味があって、清木は青っぽい墨です。他にも茶色っぽい墨などがありますが、線画に使うのは私は清木がいいかなと思っています。私は彩色に墨はあまり使わないのであまり減っていません。これは多分5、6年使っていると思います。今回の動画では私が持っている全部の画材を紹介してみようと思っていたんですが、日本画の画材はあまりにも膨大な量があったので少し省きます。こんな感じでもう何が何やらわからないとってもユニークな画材たちがあります。すごく画材が出す音とかも綺麗なので、日本画の画材は ASMR とメイキング動画に分けてしようかなと思っています。ちょっと時間がかかるかもしれないんですが、そろそろ制作を始める予定ですので、よかったらまたチャンネルを覗いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。